にゃっほー、シャルです。今日はシャルのトエック遍歴をお話ししたいと思います。よろしくお願いします。シャルは先月8月25日に第362回トエック午前の部ですね、受けてきました。で、結果がですね、ついに来週わかるんですけど、ちょっとその前にシャルがこれまでの取ってきたトエックの点数っていうのをちょっと動画にしてみようかなと思いました。で、早速、説明していきたいと思います。そもそもシャルは学生の頃ですね、英語はどっちかっていうと苦手教科でした。この見た目でわかる通り、シャルは数学と理科が得意な完全な理数系だったんで、英語はですね、結構赤点ギリギリ、テストで言うと40点前後ぐらいの本当に赤点ギリギリみたいな点数を取ってた学生でした。で、時は2011年ですね。東日本大震災があった年です。その辺からちょっとシャルのお勤めしている会社で英語を皆さん頑張りましょうみたいな、そういうのがありまして、シャルも長らく英語とかも嫌いだったからもう全く見もしなかったんですけど、ちょっと思い切って取り組んでみようかなということになりました。で、2011年の10月1日に初めてトエックを受けたんですね。で、これがスコアが330点、リーディング、リスニングともに165点ずつっていうですね、そこからのスタートでした。で、そこから1年経ちまして、2012年の11月1日に2回目のトエックを受けました。で、その時の伸びが、リスニングが350、リーディングが270で620点だったんですよ。ここの伸び率が一番すごいですね。ここの勉強法を動画にしろよっていう思いがありますが、もう10年以上前の話なんであんまり覚えてないですね。で、もう急に330点から620点まで上がって調子に乗って、その半年後ですね、2013年4月1日にもっと上がるでしょうって思ったら、まさかの295、285で合計580点って微妙に下がりました。ひどい話ですね。そこからまた英語に触れつつ、そこからだいたい1年ちょいですね。2014年7月1日に受けまして、でそこでリスニングが340、リーディングが370で合計710点と、ここで700点到達することができました。でそこからまた1年ごと受けようっていう形で2015年7月1日に受けたところ、リスニング375、リーディング380で755点でした。で、さらに半年後ですね。半年後。2016年1月31日。こちらが、リスニング430、リーディング330で760点でした。確かですね、この2016年前後ぐらいまで、シャル一応お仕事で海外とか何回か行ってた時があったんですね。ただ、多分2016年以降かな。うちの会社の方針で、もう海外とはお仕事しないわって決まったので、そこからもう外国に行くこともなくなりましたし、
キャラもそこから特にモチベーションもないんで何もせずっていうところでしばらくトエック受けてなかったんですね。で、去年2023年8月20日なんとなくトエック受けようかなっていう気分で久々に受けたんですね。で、その結果がリスニング420、リーディング350で770点でした。というシャルのスコアの遷移になってます。これまでのスコアを見ると、リスニングの最高が430で、リーディングの最高が380なんで、理論上どっちもパーフェクトなら800いくと思うんですけど、なかなかいかないんですよね。で、今年の、お誕生日に、公言しましたけど、シャルの今年の目標は、トエックで800を超えることっていうことで頑張ってきました。ちなみに先月受けたトエックのお話なんですけど、シャルは九段下の方の試験会場で受けてきまして、でホームページ見て場所とかいろいろチェックしたんですね。喫煙所がここにあるとかって言ったんですよ。そしたらですね、まさかの喫煙所がロックされていてですね、入れなかったっていう重大なアクシデントがあったんですね。で、結局シャルその日朝9時ぐらいからお家出て帰ってきたのがお昼の13時ぐらいなんですけど、4時間おタバコが吸えませんでした。きつかったですね。いや、きつくはないんですけど、テストを受けた感触なんですけど、まずコンディションはバッチリでした。で、あと夏で暑かったんで、ちゃんと着替え持ってったんですよ。徒歩10分ぐらい、15分ぐらいかな、歩くんですけど、もうそれだけでじんわりと汗かいちゃって、ちょっと気持ち悪いんで、会場に行っておトイレの個室の中で着替えてさっぱりとしました。で、あと夏に気をつけることで、上着をちゃんと持っていくっていう。会場によってはめちゃくちゃ寒い会場があるんですね。で、ちゃんと持ってったんですけど、今回のところは割と適温だったんで使わなくて済みました。で、あと持ってったものが、ちっちゃい水筒にですね、シャルのよく飲むローズヒップティー、あれを入れて持っていきました。でも試験中は飲まないようにしてましたね。過去にカフェインの取りすぎでリーディングの後半でおトイレに行きたくなって行ってしまったっていう大事件があってですね、あれさえなければみたいなのもあったんで、今回ちゃんと最高のコンディションだったんじゃないかなと思います。で、受けた感触なんですけど、去年から今年の違いとして、今年はですね、以前に比べたら割とちゃんとトエックの勉強をしていました。これまでのシャルはどっちかっていうと、その試験勉強的なのあんま好きじゃないんで、特にトエックがそういう勉強するって感じじゃなくて、英語に触れるっていうのを目標に、趣味と絡ませてですね、アニメだったりゲームだったり、あとは歌だったり、その辺を全部その英語のもので、取り入れて、でもいろいろ学んできました。なのでトイックの点数を取るっていう意味ではかなり遠回りかなと思ってます。シャルは英語のモチベーションは洋芸と言いますか、洋芸を楽しむ程度に使えればいいなっていう、そんな感じなので、
結構その暴力的なゲームとかもあったりするんで、トイックには絶対に出ないであろう単語の方が多分覚えてると思います。で、真面目な方の単語はそれほどまでは覚えてないんじゃないですかね。っていうのもあって、リーディングでちょっと知らない単語の選択肢があって、そこは本当に分かんなかったですし、おそらく外してます。点数の予測も全然できないんですよ。去年770点だったんですけど、去年は去年で、いや、これ800超えたでしょって思ってたんですよ。思ってたら取れてなかったんで、若干へこみまして、まあ、今年も受けるっていうことにしたんですけど、そういう意味で自分ではまあまあできたかなって思ってるんですよ、今回も。ただスコア換算になった時に、いやこれ微妙かもっていう不安が出ました。で、試験受けてから17日後にオンラインでスコア発表がなされます。なのでもうそわそわしますね。で、17日後なんで来週の水曜かなだと思うんで、ちょっとそこは緊急で動画を撮りたいなと思っております。ぜひ気になる方一緒に確認して落胆するか興奮するか楽しんでもらえると幸いです。本日は以上になります。じゃあまたねー。